皆さんこんにちは。卓球用具の深く果てしない深淵を覗き込み、分厚いカタログスペックの裏側に隠されたメーカーが公式には絶対に語らない真実を徹底的に解き明かす時間、テーブルテニスインサイトの時間がやってまいりました。ナビゲーターの用具マニアケンジです。こんにちは、アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日のテーマはこの動画のコメント欄にいただいた熱いリクエストをきっかけに、さらに深くマニアックに調べてみたシリーズの第43弾ですね。微粘着ラバーだたくさん出すぎてどれを選べばいいかわからないという視聴者様からの切実な悩みに答える回ですね。はい、その通りです。まさに私たちの動画のサブタイトルであるメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実にふさわしい現代卓球の最前線であり最大の激戦区となっているテーマです。ズバリ、卓球における微粘着テンションラバーの技術構造と市場動向に関する包括的調査報告書を徹底的にお届けします。微粘着テンションラバー、今やプロの大会を見てもトップ選手のフォア面にはほとんどと言っていいほど黒くてちょっとペタッとした微粘着ラバーが貼られていますよね。リグニクス 09C とかまさにその代表格です。そうです。一昔前までは日本の卓球界では粘着ラバーイコール中国選手が使う硬くて全然弾まない特殊なラバーという固定観念がありました。日本人はみんなテナジーに代表されるスピン系テンションラバーをこぞって使っていた時代がありましたよね。しかし現代の用具市場の覇権は完全にこの微粘着テンションという全く新しいハイブリッドカテゴリーへと移行したんです。どうして急にみんな微粘着を使うようになったんですか？それには卓球というスポーツの根幹を揺るがす巨大なルール変更の歴史と物理法則の残酷な壁が関係しています。さらに多くの人が勘違いしている粘着の本当の役割という衝撃の真実があるんです。今日はバタフライのディグニクス 09C、 そして大ヒット中のグレーザー 09C の秘密から始まり、ニッタク、ヤサカ、ビクタスといった国内メーカーの躍進、さらにはドイツ ESN の最新技術、そして視聴者様から質問のあったロキーなどの新興中国メーカーの驚愕のテクノロジーまで余すところなく解き明かしていきます。日本の卓球ショップでは絶対に聞けない物理学と材料工学が交差するディープすぎる世界ですね。画面の前の皆さんも知恵熱が出ないようにシートベルトをしっかり締めて、ぜひ最後までお付き合いください。自分のプレイスタイルにぴったりの微粘着タコアがこの動画を最後まで見れば確実に見つかりますよ。用具の歴史と物理の最前線、早く詳細を知りたいですが、まずは今回のレポート調査で分かった最大の発見の全体像を教えてもらえますか？はい、エグゼクティブサマリーとして今回の包括的分析レポートから判明した衝撃の事実を先に3つの最重要ポイントにギュッと絞ってお伝えしましょう。この3つのポイントを聞くだけでも今日の動画を再生していただいた価値が十分にありますよ。はい、メモの準備はバッチリです。画面の前の皆さんも卓球の概念が変わる超重要ポイントですよ。お願いします。1つ目、多くのベテランプレイヤーが誤解している真実です。現代の微粘着テンションラバーにおける粘着の役割はボールにべちゃっと吸い付かせて回転をかけるためではありません。プラスチックボールの滑り、スリップを強引に防ぎ、スポンジが持っている莫大な反発力を 100% ボールに伝達するためのグリップ剤、滑り止めへと完全に変質しているんです。吸い付かせるためじゃないんですか？滑り止めとして粘着を使っているなんて発想の転換ですね。2つ目、中国ラバーに不可欠だったイダテイ、ファクトリーチューニング、オイル等の注入というドーピングのような手法は最新の微粘着テンションにはもはや不要となりました。ラバーの分子構造そのものにあらかじめ張力をかけるプレテンション技術と大気候スポンジの融合により寿命が長く安全にプロレベルの飛距離と回転を担保できる新時代に突入しています。オイルを塗らなくても最初から強烈に弾むように科学的に設計されているんですね。寿命が長いのはお財布に優しくて嬉しいです。そして3つ目、微粘着の頂点であるディグニクス 09C の DNA を継承し中級者でも扱えるように民主化したグレイザー 09C の登場、さらに微粘着を使わずに超極厚スポンジと特殊な極薄シートの組み合わせで微粘着と同等の高固性を実現したバタフライの最新鋭ハイテンションラバーザイヤ03の誕生です。これらにより微粘着というカテゴリー自体がさらに多様化し、プレイヤーの選択肢が爆発的に広がっています。ザイヤ03、2025年秋に出たばかりの最新ラバーですね。微粘着じゃないのに微粘着みたいな軌道を描くなんてどういう仕組みなのか早く知りたいです。この後のパートではこれらのラバーが一体どのような物理学的なメカニズムでボールを捉え弾き出しているのか、各メーカーの哲学と最新テクノロジーを一つ一つの謎を解き明かすように詳細に紐解いていきます。今ラバー選びに迷っている方は絶対に見逃せない内容ですよ。
さて、各論に入っていく前に、そもそもなぜ現代卓球において微粘着テンションというカテゴリーがこれほどまでに市場を支配するに至ったのか、その歴史的物理的な背景を深く理解する必要があります。歴史的背景ですか？ラバーの流行って選手のスタイルが変わったからじゃないんですか？もちろんプレースタイルの変化もありますが、それ以上に用具開発に多大な影響を与えたのはルール変更です。卓球の歴史を大きく変えた最大の転換点、それが2014年のセルロイドボールからプラスチックボールへの完全移行です。セルロイドからプラスチックへ、燃えやすかったセルロイドの安全面を考慮しての変更でしたよね。はい。しかしこの材質変更と同時にボールの直径がわずかに大きく 40mm から 40mm 強へとなり、重量も微増しました。これが卓球界に回転の喪失という深刻な大問題を引き起こしたんです。回転の喪失、ボールの素材が変わっただけでそんなに回転ってかからなくなるんですか？劇的にかからなくなりました。プラスチック、ABS 樹脂などはセルロイドに比べて表面が硬く、ツルツルしていて滑りやすいんです。さらにボールが大きくなったことで空気抵抗が増大しました。それまで主流だった高弾性テンションラバー、いわゆるスピン系テンションでボールを薄く擦ろうとすると、ボールがラバーの表面でつるっとスリップしてしまい、十分な回転量を与えられないままボールが失速して落ちてしまう現象が頻発したんです。うわぁ、一生懸命ドライブをかけてもボールが滑ってネットに突き刺さるなんて、選手にとっては恐怖でしかないですね。まさにそうです。選手たちはボールを滑らせないためにより厚く強くボールをラバーに食い込ませるスイングへの変更を余儀なくされました。しかしそれだけでは現代の高速ラリーで勝ち抜くための圧倒的な回転量と深い飛距離を確保することは物理的に困難だったんです。じゃあ滑るのが問題なら、昔から中国選手が使っていたような表面がペタペタにくっつく強粘着ラバーを使えばよかったんじゃないですか？それなら絶対に滑らないですよね。非常にいい着眼点です。確かに昔ながらの中国製強粘着ラバーは、その強烈な表面の粘着力によってプラスチックボールでも一切滑ることなく圧倒的な回転量を生み出すことができました。やっぱりそれなら解決じゃないですか。ところが卓球はそう簡単にはいきません。強粘着ラバーには致命的な弱点がありました。それは弾まない、飛ばないということです。粘着ラバーのスポンジは非常に硬く、また表面の粘着成分がボールが離れる瞬間にブレーキをかけてしまうため、どうしても飛距離が出ないんです。ボールがくっつきすぎて反発力が死んじゃうんですね。はい。前陣で台に張り付いて打っている分にはいいですが、少しでも台から下がって中陣からの打ち合い、引き合いになった瞬間、ボールが相手コートの深いところまで届かず、簡単に打ち負けてしまうんです。中国のトップ選手たちはこれを補うために異常なフィジカルによるフルスイングとブースターによるドーピングで無理やり弾ませていましたが、一般の選手には到底真似できるものではありません。なるほど。一方で日本やドイツ製の高弾性テンションラバーはスピードと飛距離には圧倒的に優れていますが、先ほど言ったように薄く捉えると滑りやすい、台上技術目のストップが飛びすぎて浮いてしまうという弱点がありました。回転とコントロールの強粘着か、スピードと飛距離のテンションか、究極の二択、永遠のジレンマですね。どちらを選んでも現代の高速で精密な卓球では命取りになりそうです。この互いの弱点を補い相安する特性を高次元で融合させるという、まるで錬金術のような不可能に近いミッションを達成するために生み出されたのが第3のカテゴリー、微粘着テンションラバーなんです。微粘着テンションラバーは単にテンションラバーの表面に糊を塗っただけの安易な製品ではありません。材料工学と物理学の粋を集めた3要素による高次元な融合、ハイブリッドによって成り立っています。3要素、どんな技術が組み合わさっているんですか？1つ目は微粘着トップシート。2つ目は大気孔スポンジ、いわゆるケーキスポンジ。そして3つ目がプレテンション技術です。それぞれ詳しく教えてください。まず微粘着トップシートですが、これは昔の強粘着のようにべちゃべちゃとボールが張り付くほどの強い粘着ではありません。指で触ると少しペタッとする程度の絶妙なかすかな粘着です。これによりプラスチックボールの滑りを完璧に防ぎつつ、ボールが離れる際のエネルギーロス、ブレーキを最小限に抑えています。なるほど。滑らないけどくっつきすぎない。絶妙な塩梅なんですね。次に大気孔スポンジです。微粘着ラバーのスポンジは反発力を確保するために50度以上の非常に硬いスポンジが採用されることが多いんですが、ただ硬いだけだとボールが食い込まずに落ちてしまいます。そこでスポンジの中の空気の部屋、気孔を肉眼で見えるほど大きく設計するんです。スポンジケーキのようにスカスカに見えることからケーキスポンジとも呼ばれます。気孔を大きくするとどうなるんですか？
インパクトの瞬間にこの大きな気孔の中の空気が圧縮され、そして一気に膨張して復元します。この空気のバネによる非線形な弾性復元力が硬いスポンジに強烈なトランポリン効果をもたらし、粘着特有の飛ばなさを見事に払拭するんです。さらに気孔が大きいことで衝撃を分散吸収するため、数値上の硬さよりも打球感はマイルドに感じられ、ボールを深くホールドしてくれます。空気の力で飛ばすんですね。賢い。そして最後がプレテンション技術です。ゴムの分子を成形する段階で、あらかじめピンと強く引っ張った状態、張力をかけた状態で固定する技術です。これにより、ゴムが常に元の形に戻ろうとする莫大な内部エネルギーを蓄えた状態になり、補助剤などのオイルを後から注入せずとも、自発的にボールを強烈に弾き出すことができるんです。この三位一体の構造が微粘着テンションの強さの秘密です。ここで多くのベテランプレイヤーやカタログスペックだけを見ている人が陥りがちな微粘着ラバーに対する最大の誤解を解き明かしましょう。レポートにもメーカーが語らない真実として明記されている部分です。最大の誤解？何ですか？それは粘着ラバーだからボールがシートにべちゃっと吸い付いて、そこから強い回転がかかるという旧来のイメージです。現代の微粘着テンションにおいて粘着の役割は吸い付くことではありません。吸い付かせるためじゃないなら、ペタペタは何のためにあるんですか？ズバリ、強烈な反発力を持つスポンジのエネルギーを 1% のロスもなくボールに伝えるためのグリップ剤、滑り止めとしての役割なんです。滑り止め？想像してみてください。F1 カーのような強烈なエンジン、つまり大気孔スポンジプラスプレテンションを積んだ車があっても、タイヤであるトップシートがツルツルで氷の上を走っていたら、タイヤが空回り、スリップしてしまって、エンジンのパワーは全く路面に伝わりませんよね。はい、スピンして前に進みません。プラスチックボールとテンションラバーの間で起きていたのはまさにこの現象です。どんなにスポンジが弾んでもシート表面でボールが滑ってしまえば回転もスピードも伝わりません。そこでシートの表面に微粘着という強力なグリップ力を持たせることで、ボールが当たった瞬間にガチッと噛み合わせ、スリップを完全にゼロにするんです。なるほど。滑らないからスポンジの爆発的な反発力がダイレクトにボールに伝わるんだ。その通りです。そしてトップ選手がディグニックス 09C などを絶賛する最大の理由は、単純なスピードやスピンの最大値ではありません。相手の放った強烈な回転のドライブに対して自分がカウンタードライブを仕掛けるとき、普通のラバーなら相手の回転に負けてボールが弾かれたり滑ったりしてしまいます。しかし微粘着シートなら相手の強烈な回転をそのグリップ力で一瞬でキャンセル、無効化し、そこから自分のスイングによるエネルギーで上書きして強烈に倍返しできるんです。この圧倒的なカウンター性能の高さ、復元力の差こそが現代卓球における微粘着テンションの真の存在意義なんです。せっかくなのでこの微粘着のメカニズムをレポートに記載されている物理方程式を用いてさらに論理的にマニアックに証明してみましょう。出ましたね、ケンジさんの物理学。数式が出てくると何かそうですが、わかりやすくお願いします。大丈夫です。微粘着テンションラバーがボールを捉える際の摩擦力 F は、高校物理でも習う摩擦の法則に粘着特有の要素を加えた以下の簡単な方程式で近似モデル化できます。F イコール μn プラス FA。F イコール μn プラス FA。それぞれの記号は何を意味しているんですか？まず F がトータルの摩擦力、つまりボールに回転をかけるためのグリップ力です。右辺の μn の部分は一般的なラバーでも発生する物理的な摩擦です。μ はゴム表面の摩擦係数、n はボールがスポンジに食い込んで押し返す力、垂直抗力です。テンションラバーはスポンジがよく弾むのでこの n が大きくなります。なるほど。スポンジの弾き返す力が強いほど摩擦も強くなるんですね。そして一番後ろのプラス FA、これが粘着成分による化学的な吸着力、アドヒージョンです。ペタペタする力ですね。これが粘着ラバーの正体ですね。昔の中国製強粘着ラバーはこの FA、吸着力が異常に大きく設計されていました。だからボールがくっついて落ちない。しかし FA が大きすぎると打球がラバーから離れる瞬間にボールの後ろ側を引っ張ってしまう制動力、ブレーキとして働き、莫大なエネルギーロスを生んでしまうんです。だから強粘着は飛ばないんです。くっつく力が強すぎて足を引っ張っちゃうんだ。
そこで微粘着テンションラバーはこの FA 吸着力をボールのスリップをギリギリ防げる最小限のレベルにまで意図的に抑え込みました。その代わりプレテンション技術と大気候スポンジによってゴム自体の摩擦係数 μ と弾き返す力 N を極限まで最大化させたんです。つまりブレーキになる FA を小さくして推進力になる μN を大きくしたんですね。その通り。これによって粘着の弱点であるエネルギーロスをなくし、スリップを防ぎながらテンションラバーの圧倒的なスピードを発揮させるという物理学的な大勝利を収めたのが微粘着テンションのメカニズムなんです。さて、ここからはその微粘着テンション市場を牽引する各メーカーの具体的な最新プロダクトとその技術構造に迫っていきましょう。まずは何といってもこのジャンルを確立させた記念秘テク製品、絶対王者であるバタフライのディグニックス 09C です。2020年の発売以来、トッププロからアマチュラまで圧倒的なシェアを誇っています。ディグニックス 09C、卓球をやっている人なら誰もが憧れる。でもお値段も1万円を超える超高級ラバーですよね。何がそんなにすごいんですか？ディグニックス 09C の凄さは、バタフライが粘着性ハイテンション裏ラバーという新しい定義を自ら作り出したほどの独自技術の塊である点にあります。まずトップシートですが、一般的な粘着ラバーのように完成したゴムの表面に後から粘着剤、糊をペタペタとコーティングする手法はとっていません。コーティングじゃないんですか？じゃあどうやってペタペタさせているんですか？ゴムを製造する際の配合そのものを根本から工夫することで、ゴム分子の結合密度を緻密に調整し、素材自体に微粘着性を発現させているんです。この独自配合により、摩耗による粘着力の低下が非常に少なく、長期間にわたって安定した摩擦係数を維持できます。表面だけじゃなくて中身から微粘着なんですね。さらにラバーの性能を大きく左右するシート裏面の粒形状にも強烈なこだわりがあります。ディグニックス 09C は開発コードナンバー209という専用の粒形状を採用しています。ナンバー209、テナジー05はナンバー05ですよね。どう違うんですか？テナジー05の粒と比較してナンバー209は粒の直径が約 1.5 ミリと 0.2 ミリほど小さく細くなっています。そして粒の高さ自体も低く設定されています。粒が細くて低いとプレーにどう影響するんですか？粒が太くて高いとボールが当たった時に粒が倒れすぎてしまい、ボールが滑ったり弾かれたりしやすくなります。しかし粒を低くして密集させ、ベースのシートを厚くすることでシート全体の剛性、硬さと強さが飛躍的に高まるんです。この幾何学的配置のおかげで相手の強打に対しても粒が踏ん張り、ボールを深くシートにめり込ませることができる。これがディグニックス 09C の異常なまでのカウンタードライブの安定感と保持ちの良さを生み出している根源なんです。そしてディグニックス 09C のもう一つの心臓部がバタフライの最先端技術の結晶であるスプリングスポンジ X です。テナジーのスプリングスポンジが進化したやつですね。色が濃い赤、クリムゾンレッドでかっこいいです。はい。このスポンジの高度はバタフライ基準で44度に設定されています。これはドイツ基準のラバーに換算するとおおよそ58度というとんでもなくガチガチに硬い数値になります。58度。普通のテンションラバーが45度とか47度くらいだから信じられないくらい硬いですね。素人が打ったら板で打ってるみたいになりそう。数値だけ見るとそう思いますよね。しかしここで第5パートで解説した大気候構造が生きてきます。スプリングスポンジ X は気孔が非常に大きく設計されているため、インパクトの瞬間にこの気孔がクッションのように潰れて衝撃をきれいに分散吸収してくれるんです。そのため実際に打ってみると数値ほどの硬さは全く感じず、むしろボールを深くホールドしてくれるマイルドな打球感に驚くはずです。なるほど。硬いゴムと大きな空気の部屋の組み合わせで弾みと食い込みを両立しているんですね。そしてこのラバー最大の革新が永続的なプレテンション技術による中国ラバー特有のイダテイファクトリーチューニングとの決別です。イダテイって工場で出荷前にブースターを塗って無理やりスポンジを膨らませて弾ませる技術ですよね。そうです。中国の粘着ラバーはイダテイに頼って飛距離を出していましたが、オイルは時間とともに揮発してしまうため、1ヶ月もすると途端に弾まなくなるという寿命の短さが致命的でした。しかしディグニックス 09C はゴムの分子構造自体にあらかじめ強烈な張力をかけた状態で成形するハイテンション技術を極限まで高めています。オイルの後乗せではなく、生まれた時から筋肉ムキムキなんですね。その通り。プレテンションはラバーの構造そのものに物理的に組み込まれたエネルギーであるため、時間の経過による性能劣化が極めて少なく、非常に長期間にわたって新品同様の高い弾みと回転性能を維持できるんです。
この超寿命で安全かつ超高性能という点が、世界のトッププロたちがこぞってディグニックス 09C に乗り換えた最大の理由なんです。ディグニックス 09C は間違いなく世界最高峰のラバーですが、スイングスピードの遅い中級者やレディース、ジュニア選手にとっては、やはりスポンジ高度44度、ドイツ基準58度をしっかり食い込ませるのは至難のごとくであり、価格的にも手が出しにくいというハードルがありました。そうなんですよ。1万円超えのラバーなんて頻繁に張り替えられないです。そんなプレイヤーたちの切実な悩みを解決するべく、2023年4月1日にバタフライから彗星のごとく発売されたのが、まさに微粘着ハイテンションを民主化した画期的なラバー、グレイザー 09C です。グレイザー 09C。発売当初から品切れ続出で大ヒットしましたよね。グレーのスポンジが特徴的です。ディグニックス 09C とは何が違うんですか？最も大きくかつ生態力学的に重要な違いはスポンジコードです。グレイザー 09C にはディグニックスと同じ高品質なスプリングスポンジ X が採用されていますが、そのコードが44度から42度へとわずかに柔らかくチューニングされています。たった2度の違いですか？そんなに変わるものなんですか？この2度の差が信じられないほど劇的な変化を生むんです。高度が下がったことでトッププロのような超高速スイングができなくても、中級者のスイングスピードで簡単にボールをスポンジの深層までぐっと食い込ませることが可能になりました。これにより抜群の球持ちの良さ、ホールド感が実現され、難しい下回転に対するループドライブや相手の長打の威力を吸収して止めるブロックが嘘のように安定して入るようになるんです。自分の実力が上がったと錯覚しちゃうくらい扱いやすいんですね。さらに素晴らしいのはトップシートの設計です。粒形状はディグニックス 09C と完全に同一の開発コードナンバー209を採用しているため、微粘着特有の球舵の強さやネット際でのストップのピタッと止まる感覚はそのまま引き継がれています。そしてバタフライ独自の新しい配合技術により、高いテンションをかけつつも摩擦によるシートの劣化を防ぐ摩耗耐久性が大幅に向上しています。長持ちするのは本当に助かります。そして見逃せないのが重量です。微粘着ラバーはスポンジが密で重くなりがちですが、グレイザー 09C は標準的なブレード貼り付け時で約 45g から 48g と、微粘着テンションの中で驚きのように軽量に仕上がっています。これにより前陣での両ハンドの素早い切り返しスピードが格段に上がります。軽くて扱いやすくて寿命も長くて、しかもお値段は6050円税込み。ディグニックス 09C へのステップアップとしてはもちろん、一生これでいいと思えるくらいコスパ最強のラバーですね。さて、微粘着ハイテンション技術がグレイザーによって成熟普及する中、バタフライは立ち止まりません。なんと2025年10月、全く新しいアプローチで卓球界の常識を覆す最新兵器、ザイヤ03を市場に投入しました。ザイヤ03、つい最近発表されたばかりの最新ラバーですね。これも微粘着ラバーなんですか？ここが非常に面白いところです。ザイヤ03はシート表面に粘着成分を持たない純粋なハイテンション裏ラバーです。つまり触ってもペタペタしません。しかしバタフライがこのラバーで目指したのは、微粘着ラバーの最大の魅力である圧倒的な回転量と、相手のコートに深く突き刺さる高い弧線のうねるようなドライブを微粘着を使わずに全く別の物理的構造で実現することだったんです。粘着じゃないのに粘着みたいなエグいボールが打てるってことですか？そんな魔法みたいなことどうやって実現したんですか？その秘密は特許技術であるリコシート、開発コードナンバー303と超極圧スポンジの融合にあります。リコシート。リコシートは粒の形状を限界まで低く、そして密集させて配置し、さらにベースのシート自体を極限まで薄く製造する技術です。シート全体を限界まで薄くペラペラにすることで、卓球のルール、ラバーの総圧は 4mm 以内という絶対的な上限の中で、スポンジの厚みをこれまでの常識を超えて分厚くすることが可能になったんです。なるほど。シートを薄くした分、スポンジを分厚くできる。どれくらい分厚いんですか？通常の特圧スポンジが 2.1mm 程度なのに対し、ザイヤ03は 2.5mm、さらにその上の 2.7mm という未曾有の超極圧スポンジ、スプリングスポンジ X 高度44度を搭載しています。 2.7mm、スポンジの塊じゃないですか。この超極圧スポンジがもたらす効果は絶大です。ボールがラバーに当たった瞬間、薄いリコシートをたやすく突き破るようにして、ボールが 2.7mm の広大なスポンジの海にズブズブと底なしに沈み込みます。この強烈な深い食い込みがボールを完璧にホールドし、そこからスプリングスポンジ X の反発力で一気に弾き出すことで、粘着の表面グリップに一切頼ることなく、スポンジの
の厚みと包み込みだけでうねるような高い軌道で深く刺さるドライブを生み出すんです。粘着の表面で擦るアプローチから超極厚スポンジの全体で包み込むアプローチへのパラダイムシフトですね。用具の進化って本当に底知れないです。バタフライの独走を許すまいと、日本の他の卓球メーカーも材料工学における高度な知見を総動員し、独創的な微粘着テンションラバーを次々に開発し、大逆襲に打って出ています。まずは日本卓球株式会社、いわゆる日卓の展開を見ていきましょう。日卓といえばファスタークシリーズが有名ですが、微粘着にも本腰を入れているんですね。はい、日卓の戦略は長年培ってきた日本製の高度なテンション技術、プレテンションと独自のシート技術を融合させたハイブリッドモデルの開発です。その最先端にしてフラッグシップとなるのが最新モデルジェネクションおよびジェネクション V2C です。ジェネクション、名前がかっこいい。このモデルは最新のテンション技術により粘着性ラバー特有の強烈な回転とテンションラバーのスピードを極限まで融合させた次世代ハイブリッドモデルです。シートの引っかかりが異常に強く、ボールを薄く捉えても絶対に滑らない絶対的な安心感を提供します。トップ選手も納得の性能ですね。他にはどんなモデルがありますか？非常に面白いアプローチなのが強氷880です。これはなんと中国の高装機が製造した本場の強氷8の粘着トップシートに日卓が誇る高反発の80大気候スポンジを組み合わせたまさに日中融合モデルなんです。中国の強烈な回転シートと日本の弾むスポンジのいいとこ取りですね。その通り、従来の強氷の飛ばないという弱点を見事に克服し、いだていなしでも中陣から十分に引き合える飛距離を持っています。そしてもう一つ忘れてはならないのがズイガー PK50 です。ズイガー、イノシシのマークのやつですね。はい、これは微粘着の S タッチシートとボールをしっかり掴んで力強く飛ばす PK50 大気候スポンジを採用したモデルです。ドイツ基準で50度という硬すぎない絶妙な高度設定により、インパクトでボールがしっかり食い込み、非常に高い弧線を描いて相手のコートの深い位置で急激に沈む、極めて実践的なドライブが打てるラバーです。続いてスタイリッシュなブランド戦略で男子日本代表のウェアなども手掛ける株式会社ビクタスの微粘着ラインナップです。ビクタスは V15 シリーズのイメージが強いですが、微粘着はどうなんですか？ビクタスの微粘着は非常に個性的で尖っています。まず注目すべきはトリプルエキストラとトリプルダブルエキストラです。トリプル、昔あったラバーの復刻進化版ですね。このラバーの最大の特徴は鮮やかなブルーのスポンジです。特にダブルエキストラはドイツ基準で 57.5 度という市場でもトップクラスの超硬質ブルースポンジを採用しています。しかしビクタスの最新技術により中国ラバーのようないだていを一切行わずに強烈なプレテンション技術だけで高い弾みと粘着力を実現しているんです。中国ラバーの多球感が好きだけど品質のばらつきや寿命に不満があるプレイヤーにとって究極の日本製オルタナティブとなります。 57.5 度、腕力に自信があるパワーヒッターにはたまらないスペックですね。またテンションラバーの弾みをベースにシートの摩擦力を極限まで高めた V20 ダブルエキストラや定番の V15 のスポンジに微粘着トップシートを組み合わせた V15 スティッキーなどテンションユーザーが違和感なく移行できる微粘着も充実しています。他の国内メーカー、ヤサカやミズヌはどうですか？ヤサカは大ヒットシリーズラクザにおいて微粘着テンションのカテゴリーを見事に開拓しました。ラクザ Z とラクザ Z エキストラハードです。大気候パワースポンジと微粘着シートの融合により圧倒的なグリップ力を持ち、どんな体勢からでも高い弧線を描いて確実に相手の台に収まるスマジーラリーの安定性が特徴です。ラクザ Z はミスする気がしないってよく聞きます。水野株式会社は純日本製のQシリーズで勝負しています。Qクオリティやシリーズ最高度52度を持つ Q パワーは水野独自開発の大気候スポンジによりエネルギー効率の最大化を図っており、微粘着特有の癖とテンションのスピードを高い次元で両立させています。国内メーカーも独自の材料工学で熾烈なシェア争いを繰り広げているんです。国内メーカーの躍進を見てきましたが、世界の卓球ラバ市場においてバタフライと双璧をなす巨大な勢力があります。それがドイツにある世界最大のラバ製造工場 ESN 社のテクノロジーです。 ESN、多くの海外ブランドのラバーを作っているあの巨大工場ですね。はい、ESN 社は高度なプレテンション技術を施した微粘着ハイブリッドラバーの開発において世界を牽引しています。
彼らが各卓球メーカーのオーダーに合わせて設計したラバーが世界のトッププロを接近しているんです。例えばどんなラバーがあるんですか？代表的なのがフランスのティバー社から発売されているハイブリッド K3 および K3 プロです。これは微粘着シートとドイツ基準で53度という硬質ケーキスポンジを組み合わせたモデルで、ヨーロッパのトップ選手ルブラン兄弟やヨルジッチ選手などのフォア面バック面での使用率が非常に高いモデルです。 K3 よく聞きます。どんな特徴なんですか？粘着特有の癖は控えめで、むしろ純粋なテンションラバーに近い軽快な操作性を持ちながら、インパクトの瞬間だけ微粘着シートがボールを強烈に掴んで強烈なスピンを生み出す、非常にバランスの取れたテンション寄りのハイブリッドです。そしてドイツのアンドロ社が展開するラザンタ C53 および C48 も ESN の技術の結晶です。この C はカウンターの C を意味しおり、相手の強烈な回転のドライブに対して微粘着シートと専用のエナジーセルスポンジが回転を完璧に上書きして打ち返すカウンター特化型の性能を持っています。カウンター特化のラザンタ C シリーズ、かっこいいですね。ESN の最新技術はどこまで進化しているんですか？ ESN テクノロジーの2024年から2025年にかけての最新の進化形態、それがアンドロから発売されたニューズンシリーズです。ニューズン、名前からして新世代って感じですね。このラバーは従来の微粘着テンションが抱えていたシートの摩耗の速さという課題を独自のニューズンテクノロジーによって根本から解決し、耐久性と摩耗に対する強度を大幅に強化しています。長持ちするのは一般プレイヤーにとって一番嬉しい進化です。さらにトップシートが生み出す鋭いスピンとスポンジの圧倒的なスピードが完璧に融合しており、コントロール性能も卓越しています。絶妙なコード調整により、つっつきなどの下回転のボールをふわっと持ち上げるループドライブのやりやすさと、相手のドライブを上から叩き落とすカウンター性能など、現代の多様で複雑な打法に完璧にアジャストする、まさにハイバランスな次世代ラバーなんです。穴がない完全無欠のハイブリッドラバーですね。他にも ESN 工場で作られている名作は数多くあります。ドニックのブルースター A1、A2、A3 は従来の大気孔ではなく、あえてスモールポーラス、小から中気孔でありながら反発力の高い新世代スポンジを採用し、よりソリッドな打球感を実現しています。スティガの DNA ドラゴングリップや DNA ハイブリッドシリーズは 52.5 度から55度の極めて硬質なスポンジとセミスティッキー微粘着表面を組み合わせ、パワーヒッターの要求に応えています。ヨーラのダイナライズ ZGX や ZGR はハイパーバウンススポンジとハイパートラクションシートを採用し、爆発力と回転を両立。ゲモのコーデックス EF プロ54などは圧倒的なパワープレイに最適化された高質ハイブリッドとして人気を集めています。世界中のメーカーが ESN の技術を使って自分たちだけの理想の微粘着を追求しているんですね。さて、ここで今回の動画のきっかけとなった視聴者様からの熱いコメントに基づく特別調査の報告に移りましょう。副題にもある視聴者様コメントに対してさらに調べてみました第43弾ロキ・テルソンシリーズの分析です。ロキ、中国の新興メーカーですよね。視聴者さんはどんな質問をくれたんですか？最近ロキという中国メーカーのラバーが安くて性能が良いと話題ですが、テルソンシリーズは微粘着テンションとしてどうなんでしょうか。ディグビクス 09C の代わりになりますかというご質問でした。詳細に調査分析した結果、このロキのテルソンシリーズは我々の想像をはるかに超える驚異的なテクノロジーを搭載した本レポートの対象となる次世代の微粘着テンションであることが確認されました。おー、それはすごい。どんなラバーなんですか？代表的なモデルがテルソンチャイナです。このラバーの構造は表面のセミスティッキ微粘着トップシートとロキが独自開発したクンルンスポンジ4という大気孔ケーキスポンジの組み合わせで成り立っています。クンルンスポンジ、中国の神話に出てくるコンロンさんみたいな壮大な名前ですね。さらに驚くべき派生モデルがテルソン100です。このモデルはカタログ上は基本的にはノンスティッキ、非粘着、高摩擦テンションに分類されていますが、実際には非常に高いグリップ力を持つ特殊なトップシートとクンルンスポンジ2を採用しています。非粘着なのにグリップが強い。はい。海外の用具フォーラムでの実打レビューを解析すると、このテルソン100はテンションラバーのスピードを持ちながら、インパクト時のボールの食い込みと保ち感がまさにディグニクス 09C に非常に近いフィーリングを持っているとたかが評価されているんです。非粘着なのに 09C に近い保ちがあるなんて、まさに隠れた名作じゃないですか。でもケンジさん、中国製のラバーってさっきも話に出たように板定をして無理やり弾ませているから寿命が短いんじゃないですか？
ロキのラバーもそうなんですか？そこがロキが従来の安価な中国ラバーのイメージを完全に覆した最大の革新ポイントなんです。テルソンシリーズは旧来のオイル注入による韋駄艇に頼っていません。韋駄艇なしであんなに弾むんですか？はい。その秘密がロキが特許レベルで開発した 2H2T ホワイトプライマー技術と呼ばれる全く新しい強力なプレテンション技術です。ホワイトプライマー技術。なんだか難しそうな言葉ですね。簡単に言うと、スポンジの製造工程において特殊な白い下地層プライマーを形成し、ラバーの分子構造の内部から半永久的に強力な張力テンションをかけた状態で固定する科学的プロセスです。このことにより、揮発して効果が消えてしまうオイルを使わなくても、パッケージを開けた瞬間から最後まで爆発的なエネルギーとトランポリン効果を発揮し続けることができるんです。オイルの乗り乗せドーピングじゃなくて、遺伝子レベルで筋肉ムキムキに改造されているんですね。その通りです。テルソンチャイナのスポンジ高度は55度とかなり固めに設定されていますが、このプレテンション技術と大気候訓練スポンジの相乗効果により、重いプラスティックボールを打った時のエネルギー伝達効率が圧倒的に高くなっています。ロキ製品はもはや安い中国製ではなく、バタフライや ESN と対等に渡り合う最先端の微粘着ハイブリッドの地位を確固たるものにしているんです。質問してくれた視聴者様、ロキは買いですよ。さて、微粘着テンションの激戦区はまだまだ終わりません。他の新興メーカーや革新的なブランドも独自のとんでもない技術でこの市場に殴り込んでいます。まだあるんですか？卓球メーカーの開発競争恐ろしすぎます。まず注目すべきは韓国の革新的ブランドエクシオンです。彼らの主力微粘着ラバージキル&ハイド C55 および C52.5 はなんとAI 人工知能のディープラーニングを用いて設計されています。 AI がラバーを設計？ついに卓球界にも AI の波が来たんですね。はい。AI が導き出した最適な分子構造と粒形状を採用し、スポンジ内部に X ファクターと呼ばれる目に見えない内蔵テンションを搭載しています。これにより微粘着でありながら純粋なテンションラバーと同等かそれ以上の非常に高い反発性能とスピードを持っています。ハイテクの結晶ですね。中国の他のメーカーはどうですか？中国のサンウェイはギアハイパーやターゲットナショナルといったモデルでピクセルトリータメントテクノロジーという全く新しい物理的アプローチを採用しています。ピクセル、画像の画素みたいな。イメージはそれに近いです。シート表面の微細な粗さ、ミクロの凹凸をドット絵のピクセルのように均一にコントロールする技術です。これによりベタベタしたのり、粘着剤に頼ることなく物理的な摩擦だけで絶妙な微粘着性ハーフスティッキーを付与し、長寿命と安定したスピン性能を実現しています。科学じゃなくて物理的な表面加工で粘着を作っているんですね。そしてコスパ最強ブランド銀河のビッグリッパー V やプロシリーズ、彼らもまたマックステンション技術を採用し、旧来の韋駄手に頼ることなく純粋な内蔵テンションだけで現代のラリーに打ち勝つ十分な弾みを確保した微粘着テンションを驚きの低価格で提供しています。いやー、ディグニックス 09C の凄さから始まり、国内メーカーの逆襲、ESN の猛威、そしてロキやエクシオンの最新テクノロジーまで、微粘着テンションの世界がこんなに多様で科学的で、そして熾烈な開発競争が行われているなんて、本当に驚きと感動の連続でした。そうですね。冒頭でも言いましたが、現代の微粘着テンションは滑りを防ぐ最高のグリップ材を搭載した現代卓球における最強の武器です。最後に今回紹介した膨大なラバー群の中から視聴者の皆さんが迷わないようプレイスタイルや目的別に最適なラバーの選び方をまとめましょう。はい、これが一番知りたいところです。よろしくお願いします。まず予算に糸目をつけず絶対に妥協したくない、プロと同じ世界最高峰のカウンター性能と保持ち、そして長寿命を手に入れたいという本物志向の方、迷わずバタフライのディグニックス 09C 一択です。これが現在の基準であり頂点です。王道にして頂点、間違いのない選択ですね。 09C の性能は魅力的だけど、自分のスイングスピードだと硬くて扱いきれない、もっと食い込ませて安定してドライブを入れたいという中級者や、予算を抑えつつ最高の性能を求める方、バタフライのグレイザー 09C が圧倒的な最適解です。コスパと性能のバランスは現在最強レベルです。
グレイザー 09C は本当に多くのプレイヤーを救う救世主ですね。微粘着特有の癖や少し硬めのフィーリングが好きで、中陣からでもガンガン打ち合いたいというパワーヒッターの方、日卓のジェネクション、ティバーのハイブリッド K3、アンドロのニューゾン、あるいはビクタスのトリプルダブルエクストラなどの日本製ドイツ製の最新ハイブリッドが強烈な武器になります。自分の筋力を 120% ボールに伝えられる攻撃的なラインナップですね。そして最後に中国製ラバーの圧倒的な回転量に憧れるが、韋駄手の寿命の短さや個体差が嫌だ。安価で最先端のプレテンション技術を体感したいというコスパ重視の用具マニアの方、視聴者様からの質問にもあったロキのテルソンチャイナやエクシオンのジキル&ハイド C52.5 などを強くお勧めします。旧来の中国ラバーの概念が確実にひっくり返ります。自分のスタイルと財布に合わせて最高の相棒を選べる素晴らしい時代になりましたね。本日の長大なレポートの総括です。2014年のプラスチックボール導入から始まった回転の喪失という課題に対し、卓球メーカー各社は微粘着シート、大気候スポンジ、プレテンション技術という三位一体のテクノロジーを見事に確立し、現代の設計標準デファクトスタンダードを築き上げました。粘着は吸い付かせるためじゃなくて滑り止めだった。この事実を知るだけでも、これからのラバー選びやスイングのイメージが大きく変わりそうです。はい、オイル注入、韋駄体という過去のドーキング技術に頼らず、材料工学的にゴムの分子構造からエネルギー効率を高める方向性は、今後も卓球の競技性をよりダイナミックでスリリングなものへと進化させ続けるでしょう。さらに、ザイヤ03のような超極厚スポンジによる新たな交互線アプローチも誕生して、卓球用具の進化はとどまるところを知りませんね。用具の進化はプレイヤーの可能性の進化です。自分の技術レベル、筋力、そして目指すプレースタイルに合わせた最適な微粘着テンションを選択し使いこなすこと。それこそが現代の高速卓球においてラリーの主導権を握り勝利をつかむための最大の鍵なのです。はい、私も早速硬くて諦めていた微粘着にグレイザー 09C で再挑戦してみようと思います。用具の探求に終わりはありません。これからもカタログの裏側に隠された物理と科学の真実を皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思います。それでは皆さんの卓球ライフがさらに深く楽しく、そしてマニアックになることを願って、次回のテーブルテニスインサイトの動画でまたお会いしましょう。お相手は用具マニアのケンジとアシスタントの美咲でした。長時間の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。さようなら。バイバイ。